ちらを活用いただくと、アークのほとんどの時間を占める採取とかのかなり時短をしていただくことができますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、アークチュートリアルといたしまして、知らなきゃ10倍遅いアイテム移動術をお送りします。アークですね、ご存知の通りサバイバルゲームになっております。冒険もありますが、おおむね採取とかですね、時間を費やすことが多くなります。その上で、インベントリーから別のインベントリーへ移動するということが多く出てまいりますので、その部分でですね、いろんな手段がございますので、ご紹介していこうかと思います。こちらを活用いただくと、アークのほとんどの時間を占める採取とかのかなり時短をしていただくことができますので、ぜひご活用いただければと思います。今回こちらは PC 版でご紹介しますが、それ以外のコンシューマー版でもご活用いただける内容になっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、こちらのメガテリウムくんに手伝っていただきながらご紹介していこうかと思います。まずは通常のアイテム移動についてですね。ちなみに余談ではあるんですが、相手のインベントリーを開く場合、これは金庫とかでも一緒なんですが、パソコン版の場合は F ボタンで直接開くことができます。プレイステーション版だと四角ボタンになりますね。これも覚えておくと早かったりします。細かいインベントリーの見方っていうのはまたご紹介しようかと思いますので、今回は省略させていただきます。アイテム移動に関してですね、パソコン版であればこのようにマウスで移動したりとかできるんですが、特にコンシューマー版の場合ですね、難しかったりすると思うので、その辺の操作ですね、ご紹介していこうかと思います。まずは基本的な部分として、通常アイテム選んでいただくと、パソコン版の場合右クリックとかだったりするんですが、このようにメニューが出てきます。この中にですね、転送というものがありまして、デフォルトだと T ボタンとかになってます。これは個別でまた後ほどご紹介しますね。スタックを分けるとかもあります。何個だけ写したいとかは、サバイバーのインベントリーにあれば分けることができます。恐竜の場合はこのスタックを分けるっていうのがないので、そこだけ覚えておいていただければと思います。このまま転送ですね、選ぶことができます。次にですね、基本としてこの左上の矢印のところで全て転送というのがあります。これをしていただくとインベントリー内のアイテムを全て移動できます。ただしそれぞれ持てる重量というのが異なってきますので、重量を超えてしまった分はそれ以上移らなくなります。これの分に関してはですね、順番に後ろから入っていきますので、新たな分から移動していきます。なので、オーバーした場合ですね、新たな方から数えて重量分移動できるということになります。これは後ほどご紹介する一括の転送も同じことになりますので、ご注意いただければと思います。これが基本のところになってくるわけなんですが、各ボタン振り分けられておりますので、それを活用することによって簡単にアイテムを移すことができます。まずは個別ごとの移し替えになってくるんですが、インベントリーからインベントリーもそうですが、アイテムを捨てるというのも多く出てきます。これに関してパソコン版だとデフォルトで O ボタンになっています。
自分の場合捨てるのをですね、押しやすいボタン Z に変えてるんですが、ここはお好みでですね、よく使うので移動していただければと思います。特にパソコン版の場合ですね、Oボタン結構離れてしまうので、よく使う分ですね、面倒になってくるので、近場に配置していただくことをお勧めします。押していただくとこのように捨てれますんで、割とパソコン版に関してはですね、マウスで当てて押すことでですね、できますんで、大量に捨てるときとかもですね、比較的やりやすかったりします。続いて1個ずつの移し替え。まず1スタックずつ移す場合は、パソコン版 T ボタンですね。こちらで移し替えができます。アイテムを選んで T ボタン。アイテムを選んで T ボタンですね。パソコン版の場合は何かクリックしてなくてもですね、マウス当てるだけでできますので、結構簡単にできます。ここがちょっとコンシューマー版めんどくさかったりしますね。次にハーフスタック。半分だけ移したいっていうところですね。スタック半分にするとかでしてから移すっていうことももちろん可能なんですが、これを簡単にするのが、パソコン版の場合はシフトボタンを押したままマウスでクリックしていただくとこのように半分移せます。その他、インベントリー内でも分けれますし、そのまま移したりっていうのもできます。あとはシフトを押しながら T ボタンっていうのもあります。どちらでも活用は可能です。続いて一つの転送になるんですが、PC 版の場合はコントロールを押していただいて移動ですね。もしくはダブルクリックしていただくと1個ずつ移すことができます。あとコントロール T でも1個ずつ移すことができます。続いて、これはパソコン版のみになるんですが、アイテムを5個ずつ移すこともできます。これはシフトを押しながらダブルクリックしていただくと5個ずつ移すことができます。これも結構キブル与えたりとかですね、必要個数数えて与える部分で活用できるものになりますので、ぜひご活用いただければと思います。それぞれ PS 版、Xbox 版の対応はこちら。公式ウィキから拝借しました。ちょっと翻訳おかしいところはご容赦ください。スイッチ版とかがですね、キー情報が持ち合わせていないものになりますので、そこに関してはですね、申し訳ございません。スイッチされている方、コメント欄に情報をいただけるとありがたいです。あと、記憶が確かなら、すべて転送に関してですね、PS 版の場合は、トリガーで移せたような記憶があるので、そこを活用いただくと結構便利だったりします。逆に PC 版はですね、これがショートカットないので、結構面倒だったりします。特にクリスマスのプレゼントの回収とかはスピード勝負だったりするので、そういうところではコンシューマー版の方がやりやすかったりするかと思います。続いて、一括転送についてなんですが、これは特にオンライン版の方の場合ですね。ローカルの場合は、このように、例えば、繊維ですね。検索していただくと、日本語で検索かけても相当かけることができます。それを移すっていう上でですね、ローカル版の場合はそのまま移すことができます。ただし、オンライン版の場合は、サーバー内を経由してインベントリーからインベントリーに移動しますので、サーバーが英語表記になってます。なので、移すことが日本語入力した場合ですね、できません。英語表記で移していただく必要があります。ここが最初の方、わからなくてですね、一括転送ができなくて困る場合が多くあります。個別の転送はできるんですが、このすべて転送、すべてドロップっていうのがうまく活用できないということになります。この場合、例えば繊維の場合、ファイバーになってますので、ファイバーと打っていただくことになるんですけども、この場合ですね、日本語版の場合、英語表記で打ったら逆に相当は出てこなくなります。ただし、認識はされているので、すべて転送にすると、移すことができます。入力は全文でなくて一部だけでも大丈夫です。各リソースに関して、例えばいろいろ入っている場合、この並びであればですね、F で移
移した場合に、このようにファイバーとスキューバータンク、F が入っているものを全部移してしまいます。この場合に FI ですね、移していただくとファイバーで引っかかってこないというところになります。川もハイドになるんで、このように H だけだとキチンとかですね、H 含まれているものは全部移動してしまいますので、HI ハイドとかで移していただくと HI に含まれるものが移ります。キチンは HI 含んじゃうんであれなんですが、一緒に持っているものが何持っているかでどれぐらい入力するかっていうのが変わってきます。おおむね2文字でだいたい移せたりします。場合によっては3文字とかですね、入れていただいたり、全文入れていただくと確実にそれだけを移すこともできます。例えばですね、このように葉肉集めていこうと思った場合にですね、パソコン版の場合は T ボタンでこのように移せるので、それはそれで困らないんですが、特にコンシューマー版の場合は、移し替えが1個ずつ移したりとかめんどくさくなります。この場合、いろんな肉があるので、ミートとか入れても全部移ってしまいます。羊肉だけ取ろうと思った場合ですと、バトンの間、TT だけ打っていただくと、羊だけ移せたりします。例えば、霜降り肉だけ捨てたいよっていう場合であれば、おおむね PR で移していただくと、霜降り肉と、あと、原始的なものっていうのも PR に引っかかってしまうので、そこがちょっと移ってしまいます。この辺は直接その分だけ抜いていただいてもいいです。こういうところで使えるという部分になります。これはもちろん不要で捨てる場合もそうでして、例えばベリーだけ捨てたいよっていう場合ですね。B だけでベリー抜いてですね、肉集めしている時とかに使うこともできます。皮重要なんで持って帰る人多いとは思うんですが、いっぱいありすぎていらないっていう場合ですね。HI とかで抜いていただくと皮だけ捨てれるよと。これ今わかるようにアイテム移動にしてるんですが、ドロップも同じように捨てれます。慣れるまでは一回ですね、自分のインベントリに移してから捨てていただいた方が、他に一緒に移ってるものですね。さっきのように、プライムミートを捨てようと思って PR で捨てた場合、このように原始的なものも捨ててしまうことになるので、捨てたくないものも一緒に捨ててしまっている可能性も出てきますので、慣れるまでは一回ですね、自分のインベントリに移して捨てていただいた方が安全です。こんな感じで移していただくと比較的使いやすいということになります。あとはですね、このようにメガテリウム、ベリーの採取効率はいいんですが、いろいろ採取ができてしまう利点と欠点があります。例えばベリー集めだけしたいのに、ファイバーとかですね、その他いろんなものが取れてしまって、アイテムが重量ですね、いっぱいになってしまって、採取ができない、動けないっていうことになる場合があります。こういう時ですね、不要なもの捨てていけばいいんですが、これもパソコン版の場合は普通に捨てるボタンですね。マウス合わせてなんで結構捨てやすかったりするんですが、いるやつ間違って捨ててしまうとかもあります。これも一括ドロップができます。例えば、このようにいろいろ持った中でですね、ファイバーいらないですってなった場合、F だけで移せます。おおむねですね、ベリー集める場合、スティームベリーは不要です。あと、種も出てきます。これはベリー集めれる生物全般に言えることになるんですが、種はシードです。スティームベリーはセンベリーになりますんで、これですね、S を押して移すと一括で不要なものが集めれます。他に S 使うものある場合もあるかとは思うんですが、おおむねベリー集めとかしているときはですね、S だけで不要なものが捨てれたりします。あと、我とかは TH とかですね。ウッドですね。あと、個別はメジョベリーとかですね。主にナルコだけ抜くことを多いと思うんで、NA で抜いていただいたりというところで、この辺、今、わかりやすいようにアイテム移動にしましたが、もちろんですね、このまま持ってるもので分かっていればですね、おおむね F と S で捨てていただければ、ほとんど捨てれるので、ベリー生物でですね、キー混ざったりとかよくあると思うんで、この辺はドロップしていただければいいかと思います。肉とか皮集めれる生物は割とベリー生物の中ではそんなに多くはないと思うので、絡むこと少ないとは思うんですが、
ハイドとかで、H とかで捨てていただければ、ベリーだけを抽出することができます。BE でベリーだけ移してもいいんですけどね。移しちゃうと、それはそれでサバイバーの重さにもなるんで、お好みで使っていただければと思います。最後、セイリー時、NA だけ移してば、ナルコベリーだけ移せるので、あとベリーは直すと。あとメジョベリーは別にしたい場合であれば、ME だけで移したりとかですね、できますので、この辺で一括転送を活用いただけると、だいぶですね、時短になりますんで、結構ですね、アーク、ベリー集めであったり、肉集めであったり、あと資源の回収ですね、鉄集めであったり、結構採取っていう面がですね、多く時間を費やす部分になりますので、こういうところでですね、慣れていただくと、あまり資材集めですね、苦にならずに、効率よくですね、集めていくことができますので、ぜひご活用いただければと思います。このアイテム移動に関してですね、よく資材集めとかする場合に関してですね、英語表記まとめたものがこちら。さすがに全部っていうわけにもいかないですし、装備関係とか恐竜関係っていうのは省いてるんですが、おおむね資源採取とかですね、料理作ったりとか、何か作成する際によく一括転送する場合ですね、残したりとか捨てたりとかするものをピックアップして選んだものになります。それでも数はあるので、おそらく動画では見にくいので、これもまた Twitter で共有させていただきますので、ご活用いただければと思います。あと、チャンネルの Discord の方にもですね、過去配布したものも含めて Discord チャンネル置いておりますので、そちらも見ていただければ過去のものも見れますし、Twitter どうしても古くなると流れてしまってですね、見ることができないっていう面がありますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、アークチュートリアルといたしまして、知らなきゃ10倍遅いアイテム移動術ご紹介させていただきました。アークですね、やはり採取、肉集め、ベリー集め、資材集めなど、採取がメインのゲームにもなっておりますので、やはり大半の時間をそこに費やすことになってきます。その上でですね、ぜひご活用いただいて、時短ですね、していただければ、より多く楽しんでいただけますので、ぜひご活用いただければと思います。慣れれば全然資材集め苦にならないかと思いますので、ぜひですね、アークの一つの楽しみ、建築とかでもですね、やはり資材集めいりますし、もう一つ、ブリーディングなどに関しても、やはり餌集めとかですね、テームする時の羊肉とか移し替えとかですね、いろいろ必要になってきますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。